こんにちは。よろしくお願いします。どうぞ。はい。失礼します。皆さんこんにちは。元気です。今日はですね、都内で広告やマーケティングのお仕事をしているゆうたさんのこだわりのご自宅をご紹介したいと思います。最後にですね、家賃の発表なども行いますので、ぜひ予想しながら最後まで楽しんでいただけると幸いです。それでは早速聞いてみます。こんにちは。よろしくお願いします。どうぞ。はい。失礼します。お名前からよろしくお願いします。名前はインスタではゆうたでやってますので、ゆうたです。はい、ありがとうございます。年齢お伺いしてもいいですか？今年42歳になります。で、職業をお願いします。今日はもう普通の会社員、サラリーマンです。はい。仕事内容をちょっと軽くお願いします。大手企業に20年近く勤めてて、今はその企業のブランドとかサービスの広告の担当をしています。はい。ありがとうございます。お家のことちょっと聞きたくて、このうち間取りってどれぐらいになりますか？間取りは 1LDK になるんですかね。広さを教えていただけますか？おおよそ45平米ぐらいです。はい、ありがとうございます。築年数お願いします。築年数はちょっと忘れちゃったんですけど、多分40年ぐらいかなと思います。はい、ありがとうございます。家賃ってここいくらになりますか？家賃はになります。ありがとうございます。ご自宅のテーマとかコンセプトって何かありますか？なんかミッドセンチュリーみたいなのを意識はしてるんですけど、あんまりそういうテイストっていうよりは、ファッションもそうなんですけど、色の統一感とか植物が好きなのでそういうものを置いたりとか、あと音楽とかも好きなので、とにかく好きなものを置くっていうのが、置いて色を入れすぎないっていうのが、一応自分の中でのコンセプトとかルールなんですけど、ちょっとごちゃごちゃしてきちゃったなって感じですか。はい、ありがとうございます。じゃあ早速玄関から行きたいと思います。はい。玄関なんかこだわりのポイントとかありますか？こだわりは本当変な家で、おそらくこっちが本来は下駄箱なんですけど、収納力がすごいあるので、こっちにもタオルとか下着とかをしまってて、なるほど。はい、こんな感じですかね。本当だ、はい、結構がっつり収納に使えそうな。そうですね。私奥行きも結構ゆとりありますね。あれなんですよね。そのデザイナーズに住まわれてる方は共感してもらえると思うんですけど、収納力がマジでないんでそのくせ変なところに収納があるっていう本当癖の強い物件なんで、確かになんかその癖をうまく使ってやろうかなと思って。なるほどです。はい。で実は昨日撮影いらっしゃるんで掃除したんですけど、ここに収納したのも実は昨日で。そうなんですか。そうなんですよ。寝室のクローゼットで使ってた引き出しがたまたま奥行きと高さがあったんで、もうここでいいやと思って。
気持ちいいくらいはい高さがぴったりですね、これ。そうですね。このためにあるんじゃないかってぐらいはい綺麗に収まってます。って感じですかね。はい。上も開きそうですけど、上はもうあれですね。はい何でしたっけ。あ、点検の、はい。あーこんなあ感じではいはいはい。はい。なるほどですね。ブレーカーとかが。はいしかないです。なるほど。で靴は、はいはい。まあなんかそうですね、こっちにバーって使わなくなった家具を下駄箱代わりにしてます。あ、はい、なるほど。じゃあこっち側は割ともう全部ご自身で用意したそうですね収納の棚みたいな感じなんですね。はい、なるほど。そうですね。これもSNS でよく見るんですけど、IKEA のシルバーの棚を自分でちょっと一段増やして、でこっち側もメインで履く靴、はいはいはい。でこっち側もそんなに履かないけど捨てられない靴だしちょっと思い入れがあったりとかですね。とかそういうの。結構靴の量ありますよね。そうですね。なんかめちゃくちゃ高い靴はそんなにないんですけど、はいはいはい。なんかニューバランスとかアディダス。スとか好きで。仕事の時はスーツなんですか？革靴とかも。仕事は今は私服なんですけど、昔はスーツだったんで。なるほど。はい。その時にじゃあ革靴とかは使われてたってことですね。そうですね。はい。なるほど。なんか上にすごい可愛いアイテムがそうですね。たくさんありますが、自分の見た目と相反してなんかスヌーピーが好きで。あ、そうなんですか。そうなんですよね。確かに意外かもしれないですね。なんかちょいちょい集めてたらすごい量になっちゃって、はいはいはい。実はこれ以外にもまだいっぱいあるんですけどちょっとこれくらいにしとこうと思って。ここだけでも結構な量ありますもんね。そうですね。はい。確かに全部スヌーピーだから統一感がすごいな。そうですね。はい。これ絵とかは何ですか？これは最近ちょっと仕事関係のお付き合いでワークショップに行った時に自分で描いた。あ、そうなんですか。でなんかね、ブラックライト照らすと、はい、光る絵なんですけど、うちブラックライトないんで光らないんです。あ、じゃあ今日は見れないっていう。はい。こっちはそうですね。ちょっと別々に住んでる子供の天才的な絵ですね。私お子さんも絵うまいですけど、ゆうたさんも絵の才能ありますよ。いや全然なんかでも昔からそうですね。ちょっと美術とかは好きだったんで。はい。なるほどですね。はい。でもいいですね。あれですね。なんかこう収納も割と腰の高さで止まってるんで、はい、結構そんな圧迫感もないですよね。そうですね。ただこれ多分本当に本来は物を飾る棚なんで、はいはいはい、靴なんか飾っちゃいけないと思うんですけど、なんかサイズがちょうどよかったんで。確かにちょうどいいですね。はい、奥行きとかももう靴のためにあるようなそうですねぐらいぴったりですよね。はい、なるほどですね。って感じですかね。はい。こうなんか正面も可愛いですね。正面でもこれ Amazon で買った安いやつなんですが、なんか武骨なのがいいなと思って、ちなみにつけるとどんな感じですか？これ人感センサーになってるのでちょっと今日明るいんで使わないんですけど、まあ、こういう感じで勝手に夜帰ってくるとつくんです。ああ、なるほど。はい。いいですね。はい。次が玄関入って左手ですかね。はい、はい、に寝室。はい。なるほど。なんかいいですね。いいスペースですよね。そうですね。なんか間取り見た時は不動産屋のサイトには、クローゼットルームって書いてあったんですけど、はいはいはい、なんか僕リビングにベッドを置くのがあんま好きじゃなくて、めちゃくちゃわかります。で採寸したらぴったりベッドがセミダブルなんですけど、入る感覚だったので、クローゼット兼寝室にしてますね。いいですね。はい。本当綺麗に生活空間が分かれるから。そうですね。めちゃくちゃいい使い方ですね。結構クローゼットも広めなんですかね。収納力はありそうな。そうですね。天井高いので、はい。服かけるとか2段あったりはします。はい。なるほどですね。はい。そっか。高いと次下とかもいろいろ物突っ込めますもんね。そうなんですよね。はい。なるほどな。服とか、はい、ゆうとさんすごいおしゃれだなと思ってて、結構ファッションのこだわり強いんですか？
まあこだわりついてか、まあ、服は好きです。はい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 。ちょっとねクローゼットは映えないのでやめた方がでもなんか服が好きなのが分かりますね、はい量とか見ると。感じです。はい。ありがとうございます。でここにまた照明が、そうですね。はい。ご自身でつけたやつですよね。はい。なんかこの突っ張り棒はドロワラインさんのやつで、照明は別で買ってきたやつを自分で取り付けて、って感じですかね。はい。あれなんですね。一応この上にカーテンつけれるような作りにはなってるんですね。そうなんですね。だから冬は寒いんで、こっち側に実はカーテン吊るしてるんですけど、季節によって変えてるってことですね。はい、夏は暑いのでまあいいやと。はい。そっか。結構日当たりもいいから寝室も暑くなっちゃいそうですもんね、夏とかだと。そうですね。はい。なるほどですね。わかりました。ありがとうございます。そして寝室の反対側にキッチンがありますと。なんか僕インスタグラム拝見して結構銀色すごい強かったんで、なんかやっぱ韓国とかそっち系好きなのかなって最初印象を受けたんですよ。特にそういうわけではないってことですもんね。そうです。まあ韓国系のインテリアもおしゃれだなと思うんですけど、キッチンはどっちかっていうともともとが奥のキッチン台がシルバーだったので、まあそれに合わせたいなっていうのが一つです。に合わせてこの棚もご自身で。はい。実はこれ最近買ったばっかりで。そうなんですね。はい。リビングに使ってる棚をもともと置いてたんですけど、なんか統一感出したいなっていうのと、はい。あと収納力上げたいなっていうので買いました。そうですね。キッチンもデザイナーズあるあるで収納が全くないっていう。多分僕が料理する方なのでこんな感じになってるんですけど、あんまり料理しない人はもともとの備え付けだけで十分かなと思うんです。なるほど。なんかお気に入りの食器とかあるんですか？お気に入りの食器は北欧系が好きだったりはするので、そうですね。これはロイヤルコペンハーゲンっていうところのお皿で、ちょっと尊敬してるシェフのお店で使ってるのと全く同じのとかだったり、あとこれアラビアってブランドのヴィンテージとかだったりとかです。でもそんなにいいお皿は持ってないですね。はい。じゃあもう料理によって使い分けてるみたいな。そうですね。はい。なるほど。はい。あとは最近買ったクイジナートっていうメーカーのオーブントースターなんですけど、まあ、一番安いモデルなんですけどすごい気に入ってますね。はい。デザインがかっこいいですね。そうなんですよ。もうそれだけで買ったので、見た目重視みたいな。このなんか照明も可愛いですね。そうですね。これも最近買ったんですけど、東京クラフトってメーカーのやつの、まあ、これライトは別なんですけど、もともと僕アウトドアもやるので、家にアウトドア要素入れてもいいなと思ってて、これだったら家でも使えるなと思って買ったんです。なんかいい感じにマッチしてますね。そうですね。はい。いいですね。夜とかだとまた映えそうですね。そうなんですよね。はい。暖かい照明が、結構キッチンの窓も大きいですよね。そうですね。はい。開けるとどんな感じになるんですか？ちょっとね、これ IKEA の簡単なやつなんで、ちょっと今止めるのが大変なんですけど、こんな感じ。なるほど。はい。わかりました。ありがとうございます。で、見上げるとクーラーがあるという珍しい配置ですよね。でもそのクーラーが寝室に直接風を送ると。そうですね。はい。ここがそうですね。僕が料理する中で一番こだわってる場所で、
メインの調味料とか、うんうん、あと調理器具はいはいとか置いたりしてて、でこれもさっきの玄関にあった IKEA の棚の大きいやつを下にこのゴミ箱を置きたかったんで、ああ、なるほこのど。高さに合わせて棚を自分で付け替えてやってますね。はい、なるほど。あれ自動で開くやつですよね。そうなんですね。でもこれすごい本当便利で買ってよかったなと思ってて。あー、確かに、はい、意外と汚れますもんね、蓋とかそうですね触っちゃうと。はいなるほど。であとはたまたま無印のトタンボックスがシンデレラフィットしたんで、これは無印なんですね。これは無印なんですよ。たまたま幅があって、しかもめちゃくちゃ色もいやそうな合っんですよ。てません。はい、奇跡的に奇跡ですね。はい、あと上はまあお酒好きなんで可愛い空いた瓶をはいはいはい。なんか綺麗に捨てられずに取ってるとか。お酒の瓶可愛いですよねそうなんです。よね。まあ、あとはウイスキーとかうんうん焼酎とか置いてある感じですか。なるほどですね。でこれ左手のスイッチ類は、はいまあ、給湯器とかあ、そうですね。はい、あ水回りの。で結構築古物件ってお伺いしたんですけど、はい浴室乾燥機とかもちゃんとついてるんですね。あ、そうですね。フルリノベされてるので。あなるほどですね。はこれでも確かにいいですね。い。はい。割と築古物件換気が全然できない物件とかあって、はいはいすごいカビだらけになるああ、はい。物件とかもたくさん見てきたんですけど、確かにこれあるとすごいいいですね。そうですね清潔に保てそうです。じゃあその扉を開けるとはい。水回りがはい。あるということですね。はい。はい。まず左手に洗濯機。ちょっとすいません、汚いんですけど。大丈夫です。左手に洗濯機ですね。はいなんかこの高さ上がってるのいいですね。使いやすそうな感じがします。あ、洗濯機ですか。はそうですい。ね。もともとですよね。もともとでもこの台を別で買わないと本当だホース噛んじゃうからっつって自分でやりましたね。で上げてるんですね。はい。ゆうたさん結構身長高い方じゃないですか。は結構でもこれぐらいの高さだと使いやすそうですよね。まあそうですね。確かにそうですね。はい。なるほどですね。はい。で洗濯機の正面にトイレですね。はい。でもいいですね。ちゃんとウォシュレットもついてて。そうですね。入居した時はついてないって言われて、あ、そうなんですか。自分で買おうかなと思ったらなんかはいはいオーナーさんがつけてくれたみたいで、はい。すごい良心的なオそうなんですよ。ーナーさん。はい。なるほど。まあいいですね。シンプルですね。はい。でちょっと貝が置いてアクセント入れてるみたいな感じですかね。それ左手がまた収納になってるってこと左ですよね。手収納で、はいはいはい。結構収納力あるの確で、まあこういう水回り系の日用品を全部突っ込んでます。はいはいはい。はい。なるほど。で面白いのがこれですよね。そうですね。玄関から一応丸見えなんですよね。何も入れてないと。そうなんですよ。これうっすらでも結構透明なんですかね。はい、ほぼ透明です。はなるほど。い。はい。じゃあ何も入れないとちょっと丸見えになっちゃうみたいな。そうなんです。だからちょっとここどうにかしたいんですけど、水回りなんではいはい湿度あるから、多多分何しても湿度に負けちゃうから、はいはい。このままでいくかなと思って。確かに。結構面白いですよね。いやこの玄関から見える面作り。白すぎますよね。はい、なんでこうしたのかはよくわからないです。はいはいはい。なるほど。でトイレがあって洗濯機の横が洗面台。はい。ちょっと喉もで結構あれですね。鏡とかも大きいですよね。そうですね。はい。すごいやっぱちっちゃい家めちゃくちゃちっちゃいんで、はい。でもこの辺も意識フルリノベーションで変えてるような感じなんですかね。そうですね。でもなんか、フルリノベするならもうちょっと良くしてほしかったなと。はい。本当に狭いスペースにはいはい。無理やり作った感じなんで、はい。これ鏡の後ろは収納収納ですね。はい。なるほどなるほど。はいまあ本当シンプルですね。洗面台は。そうですね。はい。あれも空き瓶ですか？あ、そうですね。あんな可愛いお酒あるんですか？はい、クラフトビールで、へーはい、あるんですよね。そうなんですね。はい可愛い。確かにインテリアになりますね。置いてて。はいでこの奥のレースの先に、そうですね。うちシャワーカーテンつける感じなので、はいはいはい。お風呂場がなるほど。ある感じですか。結構最高がすごいっすね。明るい。そうなんです。だから朝風呂入るのが結構ああ、いい。いいっすね。は
なるほど。で正面も家がほぼないので、まあ別に男なんで見られてもいいんですけどまあそういうプライバシーも全然大丈夫なんで、はいはいはい、はい、でただ本当に狭くて、そっか、ここで体を洗うしかないんですけどはいはいはい、超洗いづらいんで、確かにこう見ると浴室の中で浴槽の中で洗ってますね。ああなるほど、はい、確かにここに椅子置いてとかなるとちょっともう圧迫感がすごいですもんねでもう一個致命的なのが、鏡がなくて、本当だ、ちょっと汚いんで正面映せないんですけど、あ、これは自分でご自身でつけたやつ、つけてってやつですね。はい。確かに鏡ないの珍しいですね、浴槽に。で壁もなんですかこれコンクリートなんで、はいはい、コンクリートっていうかもうペンキ塗られちゃってるんで、そうですね。なんか色つけらんないんですよね、鏡を壁に。ここは RC ですね。はい。ここからはベニヤ。はい、つけらんなくて超不便。ああ確かに。未だに不便です、ね。はい。鏡問題。はい。なるほどな。まあでも全体的に真っ白で。そうですね、はい、すごい雰囲気いいですね。僕窓があるお風呂好きなんで、まあ気に入ってますね。はい。確かに結構デザイナーズでもその窓とかない物件多いですもんね。そうですね。はい。確かにこんだけ光が入るとめちゃくちゃいいですね。はい。はい、でしかもそこの窓から外に出れるっていう。そうですね。ちょっとすいません。荷物ごちゃごちゃなんですけど、大丈夫ですか？一応こっからよいしょ、外に勝手口みたいな感じには、本当にもう人一人が通れるぐらいの。そうですね。はい。なるほどですね。普段あんまり使わないんですけど、はい、面白いですね、やっぱ作りが。いやそうなんですよね。なるほど。ありがとうございます。はい。リビング見させていただいてもよろしいでしょうか。はい、おお、めちゃくちゃかっこいいですね。全然。そしたらこの左側からいいですか、見ていっても。はい。まずこれがダイニングテーブル。そうですね。はい。でもご飯食べる時とかはもう基本ここって感じですか？そうですね。なんか僕椅子に座ってご飯食べる方が好きなので、それでもう、はい、ダイニングテーブルは必ず置いてますね。なるほど。はい、なんか椅子とかも結構違うじゃないですか、2脚とも。はい。けどやっぱなんか統一感がすごいですよね。そうです。なんか同じものを置く統一感よりも、なんかバラバラなのにちょっと統一感みたいなその違和感が好きで。なるほど。なんでまあ足がステンレスとか、そういうものを揃えたりはしてます、ね。なるほどですね。めちゃくちゃ勉強になります。なんかこれじゃあもう本当にセット売りとかじゃなくて、もうそれぞれ単品で売ってたの揃えたみたいな感じですか？そうですね。なんかもう全然高いもんじゃなくて、椅子もいわゆるリプロダクト品なんですけども、まあ見た目良ければいいかなって感じで。いやめちゃくちゃまとまってますね。これ何ですか？それはもう本当にどこにでも売ってる LED ライト。僕初めて見ました。電池も弱くて。本当だ、光ってる。でも夜だと雰囲気良さそうですね。そうですね。はい。いい。なんかティッシュケースも可愛いですね。なんか工業感。可愛いんですけど、ちょっと汚くて、ちょっと中丸見えなんで、あんまりその来客の人から評判良くない。本当ですか？僕好きですけどね。僕も好きなんですけど、丸テーブルがなんか好きだなって感じですか。90センチあるんで、まあまあでかいんですけど、一人で使うには十分な大きさかなと。なるほど。そしたら次この左手、寝室側の壁なんですが、ここもこだわってそうですね。そうですね。
もともとこの白い棚もこれもよく SNS の皆さん使ってると思うんですけど、IKEA の棚でもともとキッチンで使ってたんですけど、あ、それはがい、もともとここ、はい、そうなんですよね。ああ、なるほどですね。で、捨てんのももったいないなと思って、でいろいろ本とか、CD とかはいはい。あったので、それをガサツに並べようかなっうんていうのと、あとは植物とかそういうものを置いてます。これまたなんか青い椅子も結構なんか差し色になっていい感じの味出してますよね。そうですね。これも IKEA のやつではいはいはい。もう完売しちゃってるんですけど、あ、そうなんですね。ちょっと白と青で可愛くなりすぎちゃってるんで、いずれちょっと撤去かなとそうなんですね。思ってますけど、はい、ちょっとじゃあ引退を控えてるそうです、選手なんですね。はこういうのがおしゃれなんですよね。このなんか本重ねてその上に植栽みたいな。そうですね。これも実は、はい。本当にデザイン本とかじゃなくてただの箱で、あ、それ箱なんですよ。箱なんですね。はい、なるほど。で実は倉庫に洋書とかもあるんですけど、はいはいはい。なんか飾るのももったいないぐらいのやつなので、ちょっとそういうのもインテリアにしてなくて、はい、汚れともいいやつをインテリアにしてます。植物めちゃくちゃ多いですよね。そうなんです。ちょっとねはいは多すぎちゃったって感じですかね。は気づいたらめちゃくちゃ増えてたみたいな感じですか。い、であとこの夏ちょっと冬この家寒くて、みんな元気なくなっちゃって、ちょっとこの夏いろいろケアしてたらみるみるうちに大きくなってきちゃって、はいはいはいはって感じですかね。い。なるほどですね。でも生き物なんでね、ごちゃごちゃしてるからポイって捨てるのもできないので、なかなかすぐに減らせないですもんね。そうですね。でも全部思い入れがあったり気に入ってるので、なるほどって感じですかね。はい、ちょっとこの棚深掘りしていきたいんですけど、はい、いいですか。ここにこだわりのアイテムが伊達目ですか。でも僕そうですね。視力いいので全部伊達眼鏡ですね。そうなんですね。ここにじゃあアクセサリーとかも置いてるんですかね。そうですね。ちょっとごちゃごちゃなんですけど、ここに全部入れたりしてますかね。なるほど。はい。あとはもう音楽が好きなので、好きなアーティストのレコードとか、そうですね。あとマルジェラ、マルジェラも好きなので空き箱を置いたりとかしてますかね。ミスチルのデザイナーさんの森本千恵さんって方の展示会行った時のステッカーかなんかです。あ、そうなんですね。2年前ぐらいに亡くなっちゃったんですけど、千葉雄介さんが僕大好きで、これも彼のバンドなんですけど、だから昔集めてた彼の載ってるすみません、雑誌とか書籍とかは並べたりしてますかね。はい。なんかこの辺はモノクロでちょっと意識してるところあるんですかね。いやもうただジャケット好きなもの並べたりとかはい。なるほどですね。あとはついでに仕事で使ってた本とかがたまたま置いてあるだけ。ここにひっそりといるんですね。はい、ビジネス書が。ミスチルもすごい好きで、小学校4年生ぐらいからずっと今もライブ行ってるぐらい好きなので、これもそうですね。雑誌とか写真集ツアーパンフとか昔買ったやつを、はい、捨てられずに並べてます。でこっちは割と料理関係の本みたいな。そうですね。料理とか、あとはそうですね、小説とかですかね。お酒はワインとかやっぱビール。もう今は全般クラフトビールばっかりですね。はい、クラフトビール面白いですよね。はい、めちゃくちゃ個性出ません？そうですね。これが昔あった東京デザインウィークってイベントで、でなんか火災起こしちゃってもうやらなくなっちゃったんですけど、当時はアートのイベントの中では有名な方だったんですけど、なんかね、この表紙僕の写真なんですけど、そうなんですか？はい、なぜか採用されてすごすぎるんですけど。それでちょっと記念で撮ってるって感じ。すごいですね。それ中はどういう内容が載ってるんですか？いやもう中はこういうイベントの内容が載ってるんですけど、なるほど。なんか有名な写真の方じゃなく、なぜか僕の
たまたまインスタに当時写真アカウント作ってたんで、はいはいは採用されたって感い。いやいや、光るものがあったってことです。いやたまたまですかね。いやだからそう絵とかやっぱお家見てもそうですけど、なんか美的センスがすごいんですよ。いやゆうたさん。あとはちょっと見づらいんですけど、それめちゃくちゃ気になってました。なんか一時期ちょっと流行ってたマピフルっていうサービスのものなんですけど、自分の好きなそっちの地図とか、はいはいはい。あとなんだ生まれた時の星座とかそうへいうのを指定して印刷できるんですけど、地元とかゆかりがあったところにしようとしたんですけどなんか映えなくてで、そうなんだ。はい、僕海外サッカー好きなので、はいはいでリバプールっていうサッカーチームが大好きなので、はいはいはいそのリバプールの本拠地があるところをあー地図にしたらまあいい感じになったので、はいはい。確かにめちゃくちゃかっこいいですね、はいこれ。って感じですうかね。はなんか大きさもいいですね。すごいアクセントい、に。そうなんですよね。なりますねはい、モノクロなので、はいはいはい。やっぱモノクロいいですね。そうですね。はゆうたさんのご自宅見てなんか改めて感じました、はいその良さを。これなんか植栽とか名前全部覚えてたりします？い。全然僕あれですね。インテリア代わりにはいはいはい。じゃあもう見て可愛いって思ったらなんか買ってきちゃうみたいな感じですか？そうですね。最近は買ってないんですけど、だからたまにインスタの DM とかでなんとかなんとかなんか可愛いですねって言われるんですけど、あそれで初めて本名を知るとかあったりしてあれのことかみたいな、はいなるほどね。でこいつがはいはい僕の中のちょっとごめんなさいこっち来ますね。初代観葉植物で、あ一番古株なんですね、はい、大きさがこれくらいしかなかったんですけど、はいはいは3年はい4年ぐらいですかね、どんどん大きくなってい。元気に成長中ですね、でこっちに分けたりあして実はこれ同じだったんですよ。お子さんまあ兄弟って感じです、はいはいはいこっちは鉢ちっちゃいんで葉っぱ小さいんですけど、あーこっちはもうみるみるうちに大きくなってって鉢の大きさに育つとかよく言いますもんね、はい、これこんなあれなんですね、生え方っていうかそうなんですよ。出てこれくるんですか？新芽で、へえ、面白。もう本当この2本が新芽でここ最近急に生えてきて、あ、そうなんですね、はいって感じですね。いやーちゃんと育ててくれてるからどんどん生えてくるんですね。そうですね。もう水やりがマジで大変で、はい、で上見上げると天井からはい、でこの物件あれですよね、この天井に、まあ、レールというか、そうなんですよ。ここもなんか面白いなと思ったんですけどね。はいはいはい、あとこれ謎のカーテンレールがついてて、そうですよね、はカーテン一応仕切れるんですね、はい4分割ぐらいにこの部屋を。い、だからなんかブティックとかにしたら面白い部屋なのかもしれないです。でも確かに面白いっすね、ちょっとでもこのカーテンレールは僕は使いこなせないのでてかこれまずつけるのが至難の技じゃないですか。そうなんですよだからこの植物吊るす時もいつもこのテーブルに乗ってギリギリ僕が届くかぐらいなので、そうですよね、はい、もう女性だといやもう届かほぼないですね。不可能に近いですもんね、であそこの上から、吊るしてそうですね、植栽をしたの、いいですね、そうですね、縦をうまく生かしているというか、はい、なるほど。そうですね、この辺は、この人も大きいですよね、結構。そうですね、右の大きいのは当時住んでた家の近くのスーパーで、安売りされてて根腐れ寸前だったんでかわいそうだなと思って引き取ってきて、一生懸命解放した方で見事に大きくなった。いやめちゃくちゃ成長しすぎですよ、そうですね、この子はすごい寒さにも暗さにも強いので、割とメンテナンスというかそういうのはしやすいそうですね、ものなんですね。なるほどですね。この絵もめちゃくちゃ気になってました僕。そうですね、これもアンディ・ウォーホルっていうすごい有名なアーティストの絵で、で絵の人物がローリング・ストーンズのミック・ジャガーの若い時のやつで、
でこれ全然コピー品なんで、ポスター自体安いんですけど、はいはいはい、引っ越したらまあこれずっと飾りたいなと思ってて、やっと最近ここに引っ越してきて飾れたって感じです。なるほど、はい、いいですね。すごいアクセントになってて、はい、あれ下は、はい、あれも間接照明ですよね。そうですね、はい。これ光ったりできます？そうですね、はい。で調光もできたりするああ、やつです。なるほど。はい。だからやっぱなんか夜また見たいですね。そうですね。だからちょっと今日夜の方が良かったかなと後になって思ったんですけど、はい、一番気に入ってる時間帯ですか？はい、そうですね。なるほど、はい、ちょっとまた僕のチャンネルが成長したらぜひぜひリベンジ、第2弾ちょっと一緒にお酒でも飲みながら、ぜひぜひ、お願いします。はい、この照明もいいなと思いました。これもどちらのですか？これですか？はい、これも IKEA ですね。はい、IKEA ヘビーユーザーじゃないですか、ゆうたさん。なんかそうですね。なんか増えちゃいましたね。特に IKEA だからってわけじゃないんですけど、まあでもいい家具が多いってことですよね。こういうカクカクするのが可愛らしくて、なんかちょっと生きてるみたいというか、好きなんですよね。玄関とか、キッチンにもいましたもんね。好きで、はいはいはい。なるほど。いいですね。これもまた可愛いですね。そうですね。ちょっとこれがあれなんですけど、なんか最近自分の中で茶色がブームで、はいはいはい。であっちにもあるんですけど、なんかアクリルの茶色とこのシルバーっていうのがいいなと思って。確かに。はい。いいですね。レトロじゃないですけど、はい、ヴィンテージっぽい雰囲気も出ますよね。そうですね。はい。結構品があるっていうか、はい、確かにこうやってライトで照らすとよりなんか可愛いですね。そうですね。はい。あんまりでもこれも夜は光らせてないんですけど、ああ、そうなんですね。確かこっちが光ってくれたら結構もうこのゾーンだけで照明3つもあるって確かにそんなにいらないでしょって。そうですよね。気分でつけられるので、今日はこの子、今日はこの子みたいな。なるほど。面白いな。で、この方はそうですね。さっきの千葉祐介。はいはいはい。これ実は自分でプリントアウトしたんですよね。ちょっとあんまり言っちゃうとあれなんですけど、ネットで転がってた写真を引き伸ばしてはいはいはい、いいですね、ギターの弦を張り替えてる瞬間ですね。ただちょっとなんかモノクロすぎて、なんかお葬式の写真みたいになっちゃったんですけどでもなんか作った後スレッズでこれ投稿したら、彼のファンの人からすごい支持されて、めちゃくちゃいいねもらえましたね。欲しいですとかも来たんじゃないですか？そうですね。はい。確かにファンにはたまらないですね。はい。なるほど。ただ一般的な受けは多分しないので、多分インスタとかでこれは上げて拡散したところで多分そんなにいいねつかないんだと思うんですけどでもやっぱりそんなことより好きなものを飾るっていうのが好きなのでって感じです、ね。なるほどです、はい、この辺のこれ小物入れなんですかね。すごいなんかこれね、あれなんですよ、ペット用の餌入れなんですよ。確かこれ可愛いんですけど。可愛いんですよ。だから、いいじゃんと思って。そうなんですね。なんかペットのご飯入れるにはおしゃれだな。おしゃれ。なんかこの内側のちょっとなんていうんですか、グリーンっぽい色、ネイビーグリーンみたいな。可愛いですね。そうなんですよね。ね。これインスタで見ました。光るんですよね。そうですね。これ、最近作ったんです。作ったってこの空き瓶に。かわいい。ライト突っ込んだだけでめちゃくちゃかわいい。これもお酒のそうですね。それはオレンジワインかなんかの空き瓶ではいはいはい、捨てるのもったいないなと思って。なんかすごい珍しいですよね。絵だけバンみたいな。そうですね。なんかでも最近こういうのすごい多くて。なるほど。で横にキャンドルですね。そうですね。マルジェラのなんか去年だかの限定かなんかの。そうなんですか。めちゃくちゃいい匂いがしそう。ただ僕あんまりフローラルな匂いが好きじゃないので、こういうの炊かないんですよ。じゃあもうほぼ
見た目じゃないですけど、はいインテリアで見た目購入されたという感じか、はい、なるほど。これまたいいアクセントになってますよね、お部屋の。そうですね。なんかこれシキトさんっていうところの枝物のサブスクで、毎月毎月新しい枝物が送られてくるんですよ、季節に応じて。だから春だと桜とか、ゴールデンウィークだとツツジとか。なるほど。これ今ノバナって言ってたかな。へー。はい、でなんかその夏だと咲かない枝物が多いんですけど、観葉植物って花持たないので、なんか花咲くものがいいなと思って。なるほど。はい、面白い。確かになんか盆栽のサブスクとかも今ありますもんね。はい、やっぱりなんかね、この枝っていうのですごいパキッとインパクトが出ますね。確かにそうですよね。またこういう観葉植物の葉っぱと違う雰囲気出ますよね。これちなみにおいくらぐらいなんですか、サブスクって。でも月4000円とかそれくらいだったりしますかね。でもいいですね。お花屋さんとかで枝物買っても同じぐらいの値段なんで、なるほど。で毎月プロが選んだものを送ってくれるので。なるほど。選定したその季節旬なものが届くっていう。めちゃくちゃいいですね。そうですね。なんかもう最近年なのか、こういうので季節を感じることに喜びを覚えてきちゃって、こう一人でお酒飲んで綺麗だなみたいな。でもいいですね。そういうたしなみやっぱいいですよね。そうですね。15年近く前に買ったソニーのブラビアで、今ってテレビって黒がメインじゃないですか。当時売ってた白で、今これ売ってなくて、もうなんか気に入りすぎちゃっててどうしても手放せないものなんですよね。でなんか僕だけなのか分かんないんですけど、こう白の壁のと一緒に置くとすごい画角が広く感じるんです。フレームレスに感じて。なるほど。そうですね。でやっぱこのソニーのこのシルバーもすごいかっこよくて。それかっこいいですね。これがね本当に捨てらんなくて、最近プロジェクター買ったんですけど、それでも捨てらんなかったんで、壊れるまではちょっと使いたいなと。でも現役で使われてるんですよね。全然使ってますね。じゃあなんかこうちょっとニュース見ようとか、これで映画とかはプロジェクターみたいな。そうですね。なるほど。ていうかプロジェクター置く台が欲しくて。ギリギリ。実はここにプロジェクターがありました。やっぱこんだけ距離稼げるとめちゃくちゃでかいですね、画面が。そうですね。ただ逆にちょっとでかすぎてちょっと疲れちゃうなって感じですね。すげえ。夜めちゃくちゃ良さそうですね。そうですね。夜じゃないとなんか見づらいんで。これ下がこれはテレビスタンドですね。可愛いですね、このスタンド。そうですね。なんか欲しい。普通テレビボードとかにテレビ置くじゃないですか。なんかもうそれだけで部屋の輪郭が決まっちゃうのが嫌だなってずっと思ってて。めちゃくちゃわかります。あとちょっとずらしたい時に超ずらしづらい人いて、でいろいろある中で検討した結果、これが一番いいかなと思って。可愛いですね。僕も最近このスタンドにしたんですけど。そうなんですね。これめちゃくちゃいいですね。ただ近くに DVD とか置きたい人はなるほど。またこの収納問題が出てくるんですけど。そうですね。ゲームとか。そうですね。でも気に入ってますね。でこれスピーカーですか？スピーカーですね。なるほど。なんかやっぱり、映画も好きだったりするので、臨場感出すために、本当はこれにさらにウーファーとかつけるんですけど、ちょっとそこまではなと思って最低限のものだけ持ってます。全然違いますよね、あるだけで。そうですね。なるほど。階段の横にソファーですね。ソファーもなんかいいですね。可愛いです。そうですね。これも有名なメーカーの既製品なんですけど、気に入ってますね。3人掛けですかね。いや、
ああ、まあギリ3人掛けですかね。なるほど。はい結構友達とか来てもすごいくつろげそうですね、このそうですね、5、6人ぐらい呼んでも全然大丈夫ですかね。はい、で正面に一人掛けのチェア、はい、もうこれはもう飾りだけで最近はもうソファーに座った後の足置きになって、ああなるほど、はい、スツールみたいな感じになってるんですね。はいはい、でこういう小物とかリモコン置くようなテーブル、ですね。はい、これ何ですか？これ照明のリモコンですか？そうですね、これはもともと家にある照明の。なるほどですね。てかなんか今頃なんですけどフローリングもなんか面白いですよね。いやそうなんですよ。この節がすごい入ってるっていうか、しかもこれ多分、パネルとかじゃなくてちゃんと木なんで、ガチの木ですね、これ。だから結構ねフロアタイル変えるって言っておしゃれな人いっぱいいるんですけど、ちょっとこれはなんかこのままの方がこの家っぽくていいなと思って。確かに。しかもなんか一般的に見るフローリングよりこうなんか木目の主張がめちゃくちゃ強い気がするんですよ。そうですね。確かに。またこの割れやすい節目のとこをふんだんに使ってるっていうのが面白いなと思ってこれね、これ多分海外の人はもう分かんないですよね。本当はあんまりこういうのを使いたくないんですよね、一般的なお家は。そうですよね。まあなんか異物みたいなもんなんで、けどなんかこれいいですね、かわいい。なんか安く仕上げてるのかなとか思いつつでもそれが逆に味が出ていいですね。なるほど。まあテレビの横行くとまたおしゃれな間接照明が。そうですね、これもイケアのなんかのコラボの商品です。なるほどですね。いいですね、T シャツかけてんのがまた。そうですね、はい、T シャツないとちょっと寂しい気がしますもんね。そうですね、ちょっとこれはインスタのフォロワーさんの真似をして、そうなんですね、アイディアを得たんですね。あの絵もなんかまたあります？こだわりというか。そうです、これもさっきのアンディ・ウォーホルのなんかなんていうんですかね、こう色気のあるものがすごい好きで、なんかめちゃくちゃ色気あるなと思って買ったんですけどね。確かに赤の差し色が。そうですね。よく見ると顔ほてってますもんね、ちょっと。そうですね、確かに。なるほどな。特にこういう趣味があるってわけじゃないんですけど、なんか見た目がいいなと。確かに可愛いですね。これなんかどっかのブランドのものなんですか？いや、これも全然ノーブランドですね。なるほど。で右手に行くとまたおしゃれな上の絵は、これもまたアンディ・ウォーホールのなるほどアフターパーティーっていう作品。なんかこの飯食い終わった後の絵っていうコンセプトがすごい刺さって、いい感じに散らかってるみたいな。ちょっとわざわざ海外から取り寄せて。そうなんですか。へえ。感じですかね。こういうのってもう一点物なんですか？いやいや、これもコピー品なんですけど。そうなんですね。可愛いっすねけど。でここにアウトドア感感じられますね。そうですね。なんか最近たまにこれつけてお酒飲んだりはして。そうなんですね。なるほど。で奥に空き瓶を置いて、一応これがメインの時計なんですか、お部屋の。そうですね。これはもう可愛いさりげない有名なイケアのやつ。よく見ますよね。いいっすねけど。浅草橋にある大きい造花屋さんで自分で見繕って買ってきたんですけど。なるほどですね。マルジェラ好きなんですね。そうですね。それは知り合いに作ってもらって。こういうの作ってる方がいるんですか、お知り合いで。そうですね。なんか器用な人がいて。なるほどですね。でただこのゾーンはなんか自分の中でここ全体のゾーンはあってもなくてもいいゾーンで。そうなんですか。なんか意味がないじゃないですか、正直言って。しまうとかじゃないんで、なんかねちょっと迷走してるゾーン。なるほど、どうにかしたいけどちょっと保留中みたいな意味もよくわかんないゾーン。なるほどですね。わかりました。ありがとうございます。でここですよ、僕が一番インスタグラム見て気になったのは。
下が収納の空間になってて、ここから階段上がれると。はい、謎の何があるのかなってずっと気になってましたけいやど。ほんと謎ですね。でここのまた階段の際に植栽を置いて、そうですね。はい。鉢とかもこだわってます結構。ああ、そうですね。鉢はそうですね、うんインテリアに合うようにはしてますかね。はなるほどですね。階段上がってい。はい。秘密の空間案内していただいてもよろしいでしょうか。で一応ここも収納になってる感じです。ちょっともう汚いんですけどですかね。なんか靴箱っぽい感じですよね。そうなんですよ。だから多分おそらく、はい、ここがこの家の玄関なんじゃないかと実は思ってて。じゃあ僕はさっきある意味裏口から入ったみたいな可能性もあるんですはい。って感じです、ね。いやーめちゃくちゃいいですね。はい。皆さんこれですよ。なんかにゃんこの餌ですかこれ。そうですね。なんか、はあんまりやっちゃいけないのかもなんですけど来るんですか。もう引っ越したその日から、はこの家の庭に猫が居座ってい。て、でもう毎日来るの。多分前の方があ餌あげてたんだと思うんですけど、その名残で。はい、ちょっと動物好きでどうしてもかわいそうで、んご飯だけあげてるって感じです。そうですよね、はい、しかも夏とかもこんな気温だし、やってあげないと心配ですよね。はい、なるほどな。気になるところがたくさんありますね。でここから、外出ていただいて、はい、すみませんちょっと奥がガシガシなんですけど、この空間いいですよね。いやそうなんですよね。このまたもうボロボロなんですけどウッドデッキがすごい好きで、これをはい、奥の方行くとさっきのお風呂につながるっていうような感じ。そうですね。なるほど。はい、で今パラソルを置いて、はい、いいっすね。でもやっぱ影あるだけで結構風も抜けますね。そうなんですよね。ちょっと今日は撮影なんで開いたんですけど、春いつだ夏の前に買ったんですけど、その時はすごいちょうどいい日差しの量と気温で、はい、いいですね。はい、で、これまた面白くて、実はここに階段がありますと。そうですね。はい。これ見てみてもいいんですか。はい、いいんですけど、はい、ちょっと曲がったところにこれで行っちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。ゴミの山になっちゃってるんで。そうなんですね。ちょっと粗大ゴミとか出さなきゃいけない。なるほど。はい。ここは共用部になるんですか。いや、ここが多分本来メインの玄関っていう謎の、面白謎なんですよ。なるほどな。こうやって玄関で歩いてきて、一応じゃあこの左のスペースも、一応そのゆうたさんが使えるスペースみたいな感じですよね。はい。じゃあここがメイン玄関で、本当はここにインターホンがあるみたいな確かにそうな感じだったんですかね、昔は。謎なんですよ。なんか本当にもうあれですよね、事務所みたいな感じだったのかもしれないですね。こっちお客さん用の入り口で、あっちがなんか社員じゃないですけど、確かにあそこの扉はこれがね、もうこの家を決める最後の決め手になったんですけど、倉庫なんですけど、めちゃくちゃ大容量でなるほど、ちょっと僕アウトドアもやるんで、結構ガチ勢ですね、アウトドア。全然。本当ですか。テントとか持ってるんですけど、めっちゃガチではないんですけど。これでガチじゃないですか。ちょっと他のものも入ってるんですけど、とにかくここの収納があの高さぐらいまで上のあるんで、使わなくなったものとか、洗濯道具とかめちゃくちゃいいですね。で外なんでカビるかなと思ったんですけど、全然そんなこともなくて、すごいこれは重宝してます。これめちゃくちゃいいですね。こういう場所がないともうどこに置けばいいのか分からなくなりますもんね。
でみんな最後ガレージ借りて置いちゃうみたいな。だからこの、ね、変な家の謎の変な空間がすごいいいなと思ってます、まあでもピタってきたんですね。そうですね、なるほど、面白いっすね。めちゃくちゃいいですね。洗濯物もいつももうじゃあここで干してるんですか？はい、ちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、はい、結構本当に僕もまた一人暮らしできるならここがいいですね。わかりました。はい、ありがとうございます。はい。あとこの物件を、借りた決め手とかありますか？はい、そうですね、この家の前が世田谷の方に住んでて、でも普通の分譲マンションの 1L でめちゃくちゃ綺麗だったんですけど、なんか普通綺麗すぎてつまんないなと思いが1点と、あと今の会社が近くに移転するから引っ越したいなと思ってたのが2点と、あと3点目が仲のいい友人がこの辺りに住んでるのでっていうのが3点目で、それで物件探してた時に次は面白い家かルーフバルコニーがある家がいいなと思ってていろいろ探してて、そしたらたまたまこの面白い間取り内装でかつベランダもすごく広くてっていうのがあって、それで決めましたかね。あと駅から徒歩 2,3 分なので、はい、って感じですかね。この物件を初めて内見しに来た時どんな印象でしたか？そうですね、写真で見るじゃないですか。最初もうその時点で一目惚れして、内見した時はもう面白い家に住みたいって思ってたんで、もう印象というよりはもう即決でしたかね。はい、趣味とか聞いてもいいですか？趣味、はい、いいです。はい、趣味はそうですね、インスタの方にもたまに載せてるんですけど、料理が好きですね。はい。じゃあ結構休日は料理したりすることが多い感じですか？そうですね。なんか飲みに行かないときはだいたい自分で作って、あとお酒好きなんでお酒飲みながらって感じですね。はい。料理習ってたんですか？いやもう全然独学です。なんかすごいクオリティ高いなって思って。そうです。なんかもともとものづくりが多分好きなんで、幼少期から図工とか美術とかそういう延長で、作るのが楽しいし、あと結構尊敬してるシェフの人とかの YouTube とか見ると、やっぱ同じの作ってみたいなと思ったりするんでって感じですか。なんか生活してて不便に感じるところとかあります？築古なので窓のサッシが一重なんで冬が寒いっていうのが唯一の欠点と、間仕切りがない巨大なワンルームみたいな感じなので空気の対流しちゃうとかあったりするぐらいですかね。はい。皆さんいかがでしたでしょうか？長い動画でしたが、ここまで見てくれてありがとうございます。今回のお部屋やゆうたさんの暮らしから参考になるアイデアや発見があったんじゃないかなと思っています。さて、冒頭でちらっと触れた家賃を発表したいと思います。皆さんいくらだと思いますか？家賃は12万円です。僕的にはですね、駅から徒歩3分でこの家賃なら個人的にはすごいお手頃なのかなと思いました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントでご意見お聞かせください。改めて今回ご協力いただいたゆうたさん、本当にありがとうございました。ゆうたさんのインスタグラムはですね、概要欄にリンクを貼っているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。あと動画内に出てきたメーカーさんのアカウントなども概要欄にまとめました。気になるインテリアなどあればそちらもぜひ見てみてください。そして今回の企画ですね、これからもシリーズで続けていきたいと思っています。出演者も今足りてない状況です。
絶賛募集中ですので、お気軽に私のインスタグラムからご連絡していただければなと思います。今後もですね、いろんな方のお部屋や暮らしを見させていただいて、リアルな日本の生活とか、インテリアの参考になるお家をどんどん紹介していきたいと思っております。ぜひ次回の配信も楽しみにしててください。長い動画でしたが、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ゆうたさんありがとうございました。はい、お邪魔しました。失礼します。